おはようございます。 SBFJ 利根川です。今歩いている場所は淀川水系木津川の支流、奈良、三重、京都、県境をまたぐ一級河川名張川、つまり高山ダムです。夜の10時半、ハンドルを握ってひたすら西へ。早朝到着したので仮眠していました。ここは1箇所目。入ったらいいと思います。はい。おお、いいですね。もうなんか波紋が。台風の直後なので大増水していますが、手分けしてみんなで場所作り。よいしょ。あ、スマホアプリの水平器を使って釣り台の高さを微調整。釣り完成。いやー、あ、クッション。オッケー。ハリスはガマカツのハリスというよりハリか。ハリはガマカツの恋スレ12号ですが、この箱には50センチまでのものしか入っていないので、こっちに60センチの長いハリスが入ってます。恋スレのこっちか、12号。虫だらけの餌ボールを一旦洗って高山ダムの美味しい水を確保。コンパクトタオル吸水。よいしょ。ゴミは必ず持ち帰りましょう。皆さん、この服見覚えないかもしれないですが、おろしたてでございます。ここの白いラインも泥で汚れ、こちらのラインも泥で汚れ、これがノズリです。ノズリは汚れるんです。さあ釣りましょう。納豆巻き潰れてますが、こいつを送ってきます。じゃあ遅くなりましたがよろしくお願いします。1年ぶりの高山ダム、ずいぶん左に行ってしまったので画角から外れちゃった。やり直し。竿は最初10尺を用意していましたが、結局月光強しの15尺でスタート。浮きと重りのバランスも調整して後ろに立てかけてあるので、いつでも変えられる状態です。道糸は極太、まだ水に馴染んでいないので沈んでいませんが、マッシュだしテンポよく行きましょう。次の一投です。次。朝方に1時間ちょっと仮眠しただけなので、12時を回った頃眠気の限界がやってきました。上に戻るとき、幻想的な雰囲気といい景色を写真で切り取れたのでお裾分け。車でパンを食べておやすみなさい。目の前からゴミがどんどんいなくなろうとしていたので止めました。これであそこのゴミは私が確保したということです。多分こっちに流れてきます。じわーっと、溜まるほどじゃないかもしれないですが、
浮きが映っていなかったんですが、今日唯一の魚はこの子でした。超ちっちゃい何かが食った。なんだこれ。超ちっちゃくないブルーギルだ。人生で今まで見た中で一番でかいブルーギルです。20センチ。20センチですね。でけえな。これがずっといたのか。ブルーギル。プラザホテル名張。さあ、名張プラザホテル、今日のベッドです。今日の寝床。タセコは車中泊でしたが無理ですよ。今日はビジネスホテル。今日はブルーギルだけでしたが、明日こそ釣るぞという気持ちを胸に肉とお酒を投入しました。もちろんデザートも。おはようございます。なんかめちゃくちゃ神秘的です。夜エアコンを消して寝たつもりがエアコンがなんかついてたみたいで、乾燥だいぶしてます。声が利根川、自分の声を聞く限り初めて聞くような声ですが、今日も一日頑張っていきます。わあ、水が増えてる。昨日やっていたところはそこら辺です。もう今日は入れません。魚がなんかいるんだな。濃いでしょうけど。あ、わあ、今日の場所はここにしましょう。ここは斜面になっているので釣り台も出しやすいと思います。じゃあ準備していきます。2日目、竿の長さをどうするか迷いましたが、昨日の雰囲気では長い方が良さそうだったので、竿は大和月光つよしの15尺 4.5 メートルでスタートしました。なお1投目は15分ほど前に済ませております。煽ったぜ。煽られてるぜ。釣って入ったよ。40分反応なし。気分転換しましょう。この辺のコーヒー牛乳というわけでもありませんが、関コーヒー、岐阜県の関市、岐阜県の関市の関牛乳、おそらく埼玉でいう私と僕の森牛乳、それと似たようなものだと思います。飲んでみましょう。ストローがないのでこのままいきます。お、コーヒーが濃い。いいかも。小さい泡漬けに鋭い動き。激アツ演出だったのに何もなかった。やっぱり空振りしてしまったのが良くなかったんでしょうか。この一投は気分転換のコーヒー牛乳を飲んでから20分、つまりさっきの空振りから1時間後の一投。浮きの動きが最高です。ほほ、切ったで切ったで。あ、はい。なんか、いや、リャンコだったわけじゃないか。やっとですよ。サイズはまあ別として釣ること大事ですよ。釣れた。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ綺麗。嬉しいな。だってこれ30センチぐらいですよ。さあ、でも33ぐらいあるか。はあ、網の尺半網とのこの対比、こっちか。よいしょ。高山ダムのヘラブナちゃん、ありがとう。
もうちょっとサイズアップしたいな。でもありがとう。私のビッグバッグの上をじりじりとカッポしているのはバッタじゃなくてイナゴ？キリギリス？なんでこんなスロースペースで歩いてるんだろうなあ。よい、おいおい。あ、飛んだ。ここでハプニング。私の GoPro が呪いにかかります。手ブレ補正をオンにしているからだと思うんですが、ぐーんと謎の動きをしています。てっきり竿やマルチポールに反応しているのかと思いましたが、これ以降はしばらくなっていたので原因は不明です。とりあえず今後は手ブレ補正をカットして対応します。こうやってちょっと経つと戻るんですけど、また動いていくんです。まだ映像はおかしいままですが、現在の時刻は12時12分。ゴミよけのポジションを変えました。浮きの周りにプツプツと泡付けがあります。一つ二つではないのでチャンス到来か。右から左に細かいゴミが流れているので、魚が回遊を始めたのかもしれません。この場所は12尺ラインくらいからちょっと深くなっているので、狙っている水深はそこそこ深めの2本弱。もちろん1本ちょいの浅いところからいろいろ試してはいますが、そこの方が魚っ気はありました。正直餌はいつもみたいにそこにくっつけてもいいかなと思っているんですが、台風の大増水でそこが綺麗なところは狙えなかったので仕方ない。さて、浮きの動きをご覧ください。はい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 、乗りましたね。泡付けからの、うわー、やめてくれー。お、40はありそうだ。40はないかないか。40ないだ。上顎にがっちりと恋スレ12号、ガマカツ恋スレ12号がかかってます。恋スレは廃盤商品です。よし。太鼓めちゃくちゃある。39ですね。39。よっこらしょ。さっきのよりもかっこいい。39センチのヘラブナスさん、ありがとう。1日目はお昼頃に体力が尽きてしまいましたが、昨日はぐっすり寝れたので続けます。奈良の室生ダムでもそうでしたが、お昼試合ってありますよね。最初のヒットが11時8分、次のヒットが12時12分、この1頭は午後1時18分。天気や状況も絡んでいるとは思いますが、場所ごとにいろいろな特色があるので奥が深い。よし、竿から魚の動きが伝わって来ると思ったら来ない。しかもカメラは変だし、竿から動きが伝わってきません。分けたかな。マジか。波継ぎの竿なので根がかりを外すのにも注意が必要。といっても振り出しも一直線で引っ張れば竿が収納できなくなるので、似たようなものかもしれません。この日最後のヒットは3時前後、午後3時前後ですね。変な動きで合わせちゃったこの子です。これは早か。ちっちゃいブルーギルか。
ブルーギルだ。上顎にがっつり貫通しているブルーギルでございます。ずっと触ってたのはこいつだったのね。推定23センチ。ごめんなさい、嘘です。20センチぐらいでした。ブルーギル。でも今日は余裕があります。今あそこで何かがもじりというか波紋を出して、コイかな、ヘラブナかな、キョベラかな、尺半かな。はあ、2日目おしまいか。さあ、今日も京都でビジネスホテル。これでパソコンに動画を転送します。動画転送をしながらパソコンを放置。ホテルの隣にあった鳥蔵というお店へ。普段食べている鶏肉、柔らかい若鶏ではなく歯ごたえのある親鶏の食感がたまりません。今日は風もちょっと強いので15尺にしましょうか。 4.5 メートルのラインを狙います。月光強し15尺で、15尺の仕掛けはあったな。マッシュのがついてるかな。針はちょっとわかんないですけど3号の仕掛けです。道糸3号の仕掛けです。ハリスは 1.5 号。月光強し15尺。浮きはどれにしようかな。こっちのでいくか、こっちの極太系でいくか。ちょっと重さあった方がいいんで極太にしちゃいましょうかね。準備をしている途中で利根川突然慌て出します。さて理由はなぜでしょう。竿を持ってうろうろしているということは、室生ダムでは不注意で竿を失ってしまいましたが、いろいろ助けていただいて関西でまたしてもかと思いました。ではでは正解をどうぞ。よかった、いた。剛の穂先がないと探していたら、見えますか皆さん、これ、いや分かれば分かりますけど刺さってる。多分動画でこっちのカメラ撮ってたんで、多分それが映ってると思います。これが飛んでいく時の姿をどうぞ。今日もあれですね、歩夢の竹竿を使ってるんですね。今日は 11.8。歩夢の 11.8。はい。シートをね、ちょっと試作作って。へえ、これ。座布団もいるかよかな。ああ。はいはい。確かに座布団もシートも色が。左隣、昨日利根川がやっていたポイントに視聴者さんが入ったんですが、竿を曲げてます。4号ありますよね、多分。腹でけえな。食ってるかうん、食ってますね。食ってます。な。食ってますか。ます。今それで中から外かかってるんで。お、久しぶり来て、おお、なかなか気持ちいいやないですか。気持ちいいですね。ああ、重たかった。なかなかあれですよね。46。46ですね。46でもこれでっかいな。いや本当に羨ましい。釣れたのがちょうどお昼の12時だったので、やっぱり今日もお昼試合のようです。パンをかじりながら気合が入ったところで釣りに戻りました。カメラの上に止まってる。ベッドじゃないよ、あなたの。でもこの後ろを見てたんですが、これムカゴちゃんじゃないでしょうか。この見た目はムカゴです、きっと。あ、匂いもあの青臭い芋のような匂いだ。ムカゴゲット。ゲットと言いましたが、少ししかないのでこの辺に今ばらまいておきました。
そしたらきっとこの辺からムカゴが成長して芋が自然薯山芋できると思います。ハスーいってしまった。危ねえ、変更グラスなくすとこだった。これも結構したのにびっしゃびしゃ。ハスがこれは食っていません。アッパーです。よいしょ、ごめんね。今回案内をしてくれた磯松さんが17時に45センチぴったりを仕留めました。おおありがとうございます。おめでとうございます車の中にいるかな。あ、雲じゃない、ただの葉っぱだ。あ、違う、雲だ。雲ですよそこら中にいるんでしょうね。最後はみんなで月ヶ瀬温泉に入って温まりました。外の露天風呂が最高です。今回の遊漁券、現場売りで高いのは分かりますが、ただ買いに行っても1500円だったのは看板に書いてある金額と違うので謎ですが、取り扱いする手間賃かなんかですかね。いろいろ落ち着いたら王将で晩ご飯を食べて、今日も宿泊。朝ごはんをしっかり食べて帰りますが、途中寄り道をします。愛知県弥富市のインターで降りてうなぎ海斗へ。1年ぶりの関西パリ作系のうなぎ、最高です。ただ大盛りにするのを忘れてしまったので、別でご飯の大盛りを頼んだらとんでもないことに。きっちり肝入りの味噌汁も飲み切ってごちそうさまでした。湾岸弥富から去ってまで約400キロ、長い愛知県と静岡県が待ってます。藤枝で一休憩して、その後 Google マップにやられました。あれ、周り走ってる人が少ないなぁと思ったら、新東名から富士五湖のルートへ。去ってに着いたのは18時43分でした。11月7日、高山ダムから帰ってきて、オドメーターは57,111キロ。10月5日、室生ダムに出発する前は53,402キロでした。約1ヶ月で3,709キロ。釣りだけで4,000キロ弱。この1ヶ月はめちゃくちゃ濃かったです。ここまで見てくれたんなら、評価ボタンを押していってください。チャンネル登録もタダですからお願いします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。